皆様、秋季大祭おめでとうございます。菊の花香る一年で最も快適な季節を迎えました。皆さんお元気でしょうか。ありがとうございます。旧制会館での祭典、約3ヶ月ぶりです。工事中は大変ご不便をおかけしましたが、参拝席や2階ホール、1階、みんな、だいぶきれいになりまして、明るくなりましたね。この電気もとても明るくなって、以前暗かった時に皆様のお顔を見て、美しい人ばかりだなと思っていました。明るくなってみると、さらに美しくなってるなというふうに、思います。本当ですよ。私たちも新たな気持ちでご神業に邁進させていただきたいと思います。先ほどは皆様と共に秋の大祭を厳粛に執り行わせていただき、誠の主神の子として新しく生まれる営みの一環として日々利他愛の実践に努め、感じの良い人、救いのパイオニアを目指す取り組みの上に大きな恵みを賜りましたこと、心より感謝申し上げ、さらなる精進をお誓い申し上げました。ただいまはアメリカ・ロサンゼルス教会のブライアン静江さん、アメリカに渡って44年、数々のご守護をいただいてという素晴らしい体験発表をしていただきました。ご主人もご紹介いただき、帰りに手をつないで歩いていかれる。私もたまには家内に手を引いて歩かなきゃいけないのかなと思ったりしております。今後ともご夫婦仲良くご神業の花を咲かせていただきたいと思います。ありがとうございました。ここで海外から来聖されている皆さんをご紹介します。タイから7名、アメリカから15名、イタリアから1名、アンゴラから1名、そしてブラジルから104名、以上5カ国。じゃあどうぞお立ちください。はい、ありがとうございました。以上5カ国、128名の皆さんです。ようこそ聖地へいらっしゃいました。続いて、海外研修生をご紹介します。海外研修生、お立ちください。6カ国16名の研修生は、この2年間、日本語や日本文化を学びつつ、見教えとお言葉の研鑽に励み、本日めでたく修了式を迎える運びとなりました。特に布教実習の折には、皆様に大変お世話になりありがとうございました。彼らはこれから世界布教をはじめ、さまざまな目標に向かって心新たに聖地を出発します。ここでどうぞ温かい励ましの拍手をともさっきしていただきました、ね、ありがとうございました。研修生の皆さんは
2度も大きな拍手をいただいているんですから、これから使命を感じて頑張っていただきたいと思います。先ほどの祭典の折、優しさと奥ゆかしさの見教えを拝聴しました。優しさも奥ゆかしさも、感じの良い人を目指す私たち一人一人が自らのうちに育んでいくべき大切な資質です。まず優しさについてご一緒に考えてみたいと思いますが、3年 B 組金八先生、ご覧になっていた方が多いと思いますけども、そのテーマソングの贈る言葉、これは、卒業式の定番曲にもなっています。よく送別会の時に歌ったりもします。ご存じない方いらっしゃれば、私がここで歌わせていただいてもいいんですけれども、皆様のお家のぬかみそに異変が生じてもいけませんので、やめときます。歌詞の中に、人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだからというフレーズがありますね。作詞をしたのは武田鉄矢だそうですけれども、彼は太宰治の影響を受けて書いたんだそうです。太宰治はある友人に宛てた手紙の中で、私は優という字を考えます。これ出てますね。これは優れるという字で、優良かなんて言うし、優勝なんて言うけれど、でももう一つ読み方があるでしょう。優しいとも読みます。そしてこの字をよく見ると、人弁に憂うと書いています。人を憂える、人の寂しさ、わびしさ、辛さに敏感なこと、これが優しさであり、また人間として一番優れていることじゃないかしら、と綴っています。このように、人を憂え、その寂しさ、わびしさ、辛さ、そして悲しさや苦しさに敏感で、真の優しさを兼ね備えておられる方、この方こそがメシ様であります。私たちはメシ様からいただいている大きな愛情と優しさを、自らの姿を通して身の回りの方々にお伝えして、救いのパイオニアとしての使命を果たしてまいりたいと思います。次に、奥ゆかしいという言葉です。奥ゆかしいという表記は、現在、床という字が当てられています。そのために意味が分かりにくいのかもしれません。もともとは、奥ゆかしいと書いて、奥に行きたいという意味だったそうです。そこからその奥にあるものに心を惹かれて、もっと知りたい、触れてみたいという感情を表すようになったと言われています。ちなみに広辞苑には、知りたい、見たい、聞きたい、2つ目の意味には、奥深くて親しい、深い心遣いがあって引きつけられるとあります。私たちが奥ゆかしさを育むには、まず奥ゆかしさに反するものを改めることが近道です。例えば、あからさま、ずけずけ、これ見よがし、あるいは人によく思われたい、物知りぶりたがる、偉く見せたがるといったことなども、奥ゆかしさとは正反対なものですね。そうした心の癖が自分の思いや態度、言葉や行いの中に現れていないか、絶えずチェックをすることが大切だと思います。ただ、人間的な努力だけでは限界があります。それを超えるには、かねてより教師様からお導きいただいておりますように、大神様、名士様から養い育てていただくほかありません。完全に一歩一歩近づかんとする修養、これが信仰的態度であるという見教えを支えに、気長に自己を積み上げてまいりたいと思います。
話は変わりますが、長年にわたってこの教団を牽引してくださった渡辺哲夫先生が起用されて、この10月5日、ちょうど1年を迎えます。渡辺先生はお父様の渡辺克一相談役もそうでしたが、条例実践のお手本といいますか、とにかく徹底して条例を実践することによって大きな発展を許されてきました。私は何度か渡辺克一先生のお供をさせていただいたことがありますけれども、夜になると必ず、ご条例をしてあげようと、ご自分がお疲れになっているでしょうに、そういうふうにおっしゃって、必ず条例を取り継いでくださるんです。そして渡辺先生条例してくださる。時々こう手を当て、背中とか肩にこう手を当てくださるんですけども、そうすると暑いんですね。あったかいとかというような段階でなくて、ものすごく暑いんです。80を超えていらっしゃった時だと思いますけれども、そうしてお年にもかかわらず、そのようなことを感じて、本当に徳の高い先生のご条例は光が強いんだなという印象を受けたものです。渡辺哲夫先生はブラジルをはじめ中南米、ヨーロッパやアフリカ諸国の布教発展の礎を築かれましたが、そうした国々ではいずれも徹底した条例実践が行われているという事実があります。もちろんブラジルでも初めから発展が許されたわけではありません。開拓当初、渡辺先生は条例の対象者を求めて一軒一軒訪ね歩くのですが、門前払いをされたり、時には罵声を浴びせられるということもあったそうです。それでも諦めずに靴の底をすり減らしながら、ドアからドアへ訪ね歩く中で、一人また一人と対象者が与えられるようになっていったのでした。ただそれだけで布教が軌道に乗り始めたかというと、そうではありません。いくら条例をしても奇跡がいただけない時期もあったそうです。しかしその時が肝心です。渡辺先生がよくおっしゃっていました。コップに水を注いでいくと、だんだんいっぱいになってくる。いっぱいになるまではあふれないけれども、いっぱいまで来るとどっとあふれ出すと。条例もこれと同じで、すぐに結果が現れなくても諦めずに、一人でも多く、一回でも多く、条例の手をかざし続ければ、いつか必ず素晴らしい証があふれ出す時が来るものなんです。ブラジルでもタイでもアフリカでもスリランカでも、今条例の奇跡は枚挙にいとまがありません。世界中で多くの方々が実にたくさんの証をいただいております。これからさらに条例実践を徹底し、実践者が増えれば増えるほど奇跡が相次ぎ、布教発展の土台が確実に築かれていくようになっていくでしょう。渡辺先生は、布教は個対個が原則だと。発展を願うならば条例実践を徹底すべきだと、ことあるごとにおっしゃいましたが、私たちもこの原則にのっとって、訪問活動やお世話を通して一人一人に寄り添いながら、個対個の絆をしっかりと結び、条例のお取り次ぎに徹底させていただきたいと思います。今まで教団として送念の実践をはじめ、リタイアの実践、漢字の良い人、救いのパイオニアなどなどを打ち出してきましたが、それらはすべて徹底した条例実践と切っても切れない関係にあります。
送念の実践は、条例のお取り次ぎと合わせ行ってこそ意味があり、また条例の実践はそのまま最高の利他への実践にもなるんです。そして困った時に寄り添ってほしい、相談に乗ってほしいと思われるような人たちは皆感じの良い人たちであり、何かあればすぐに条例の手をかざせる人たちです。また徹底した条例実践は救いのパイオニアを目指す上で絶対に欠かすことのできない大切な営みです。渡辺先生がご自分の体験を踏まえてよくおっしゃっていたのは、条例の説明をしすぎるとお取り次ぎは難しくなるということです。霊界の実在や霊視体重の法則、果ては夜昼転換まで何から何まで説明して、それから条例をと言ってももう結構ですと言われることにもなるかもしれません。幸せになってほしいと思う人がいたら、相手の話に耳を傾け、説明はできるだけ簡単にして手をかざせばいいんです。お救いくださるのも、信仰の道にお導きくださるのも、あくまでも大神様、名主様です。私たち信徒の使命は、その橋渡し役をすることです。後の結果はお任せすればいいんです。二代様は、人間一人一人の心が清まり、神を認めていく人が増えれば、そこに地上天国の雛形ができるのです。それを集めて地上天国を広げていくことが今一番に肝心なことだと思います。そのためにこの条例があるのです。条例こそ世直しの一番の鍵であるとの自覚のもとに祈りつつ、条例に専念をしていただきたいとおっしゃって、神に通う人間を作るための条例がいかに大切かお説きくださいました。この大祭を新たなスタートに一丸となって、誠の神の子として新しく生まれることを願って、神に通う人間を作る条例実践に励んでまいりたいと思います。そのことを大神様、名主様にお誓い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。アメリカ・ロサンゼルス教会のブライアン静江さんより、アメリカに渡って44年、数々のご守護をいただいて、と題しましてご発表をお願いいたします。秋季大祭おめでとうございます。私は44年前、日本から単身アメリカに渡り、語学学校、ビジネス学校を経て、そのまま仕事に就いて働いていました。もともと日本でキャトリックの信仰をしていた私でしたが、学校に通っている間に、ブラジル人の友人に、日本の教会に案内してあげると言われて、案内されたのが、サンフランシスコの救世教の教会でした。その際、教会で清掃の奉仕をさせていただくと、非常に気分が良くなりました。教会の先生にそのことをお話しすると、それはご先祖様が喜んでおられるのですよと言われたことを今でも覚えています。また条例をいただくと、神様を身近に感じさせていただきました。そして私も条例を取り次ぎさせていただきたくて、入信をさせていただきました。私は条例が大好きで、周りの人に声をかけ、布教させていただくことや、条例対象者を許されて取り組ませていただくことは、私にとって大きな喜びでした。その後、先生がある男性を紹介してくださり、それが縁で結婚を許されました。
当時主人はまだ未信者でしたが、その後入信を許され、共に我が家を開放して、月々の家庭感謝祭、条例会、週に1日グループの皆さんで家庭訪問活動などをしました。そこでさまざまな奇跡をいただいてきましたが、お導きを許されることをとても困難に感じていました。そんな中、あることがきっかけでミニバナの配布を2007年の末から始めました。週に一度、市役所、警察署、消防署、銀行、2つの小学校、図書館、郵便局などの8カ所に1年半くらいミニ花を届ける取り組みをさせていただきました。現在は毎日ミニバナを12個から多い時には50個ぐらい作り、この花をもらった人や見る人が名主様の御光をたくさんいただいて幸せになりますようにと我が家のご神前で祈って、近所にある保育所、キリスト教会、ホームレスのシェルター、老人ホームなどの人の集まるところに順番に配っています。時に病院の窓口やスーパーマーケット、レストラン、車の整備工場にかわいいお花があるのですが、ここに置かせてもらえますかと言うと、大抵のところでは、これ本物の花と言って喜んで受け取ってくれます。我が家でご条例を受けた人たちにも声をかけ、その人の職場、学校、お店などに届けていただいています。ある小学校の女の子がいつも意地悪な学校の先生にお花をあげたらとても優しくなったとか、ある車の整備士にミニ花をあげるとじっとお花を見つめて感動し、何回もお礼を言ってくれたとか、また保養所の患者さんに手渡すと無気力で表情のない人たちが笑顔になったりします。このような取り組みを通して私たちの心も癒されました。友達から頼まれて隣の市のキリスト教の婦人会の会合でミニ花の実習をさせていただいたこともあります。またキリスト教のある別の教会では月に一度条例会をさせていただいており、条例を受ける人たちにもミニ花を配布させていただいています。そんな中、この教会から最近2人の方の入信が許されました。このようにあちこちにミニバナ配布の取り組みをさせていただいているうちに、名主様がこの地域にお光を入れてくださり、霊界を変えてくださったのだと思います。以前はなかなか対象者を許されることもありました。以前はなかなか対象者を許されないこともありましたが、ミニバナの活動を通してより多くの対象者、入信者が許されるようになってきました。現在私たち夫婦は日々楽しくご用にお使いいただいております。ご条例により多くのご守護、証を名主様からいただいております。ある時、老人福祉施設の中庭で、私はいつものようにアーネストさんに条例をお取り次ぎしていました。未信者のマーリンさんは少し離れたところで背を私たちに向けて本を読んでいました。
すると条例が終わった後、私たちに近寄ってきて、何かとても強いエネルギーを肩から背中に感じたけれど、一体何をしたのと聞いてきました。そこで私は、あなたも試したいですかと聞くと、してほしいということで、私は彼女に条例をさせていただきました。15本くらいの条例で気分がとても良くなったと言って帰りました。その後彼女は2、3回の条例をいただいた後、病院で診察を受けたそうです。その次に会った時、初めて彼女は私の状況の話をしてくれました。彼女が言うに曰く、私はお腹と喉に腫瘍があり、食べ物が下に降りなかったけど、医者からかなり小さくなったので、手術の必要なしと言われました。そして1年間なかった生理も戻ってきました。と嬉しそうに話してくれました。彼女は条例に大変感動し、感謝され、入信されました。またある青年は恐怖のため一人で家にいることも外出もできなかったのですが、今では自分で車を運転して外出できるまでご守護いただかれたり、肝臓を患っている人がご条例でたくさんの排尿が許され、またひどい死痛から解放された未信者さんなど、たくさんのご守護をいただいております。ここで私の夫、ジェームスを紹介させていただきます。ジェームス。Jim Bryan Desu Konnichiwa. 主人もたくさん名手様からご指導をいただいてきました。主人はアメリカ中を走り回る長距離トラック運転の仕事をしていました。今まで走った距離はだいたい150万マイル、2450万キロメートル、地球を60周分になります。この間、何度も危険な状況に遭遇してきたのですが、一度も大きな事故に遭うこともなく、仕事を続けてくることができました。彼はいつも名主様と唱え、高速道路で走っている他の車やトラックに条例していたからだと信じています。また通常トラックの運転手は長時間運転し、運動する時間もないため、高血圧、糖尿病、前立腺関係の病気で悩まされることが非常に多いそうです。しかし主人は長年運転を続けてきたにもかかわらず、そのような症状はありません。最近健康診断を受けたところ、医者からあなたは大変健康ですよと言われました。本当に私たちは名主様に感謝、いくら感謝してもし尽くしません。この道に導いていただいたことを本当にありがたく思っています。まだ名主様を知らない人たちがどうやって暮らしているのかが気になるので、その方々にすぐ声をかけさせていただいていきたいとの思いです。
これからもっと名神様に使っていただけますように、そしてこの地域に、アメリカにもっと名神様の御光を広げていただけますよう、夫婦で心を合わせて、センターの皆さんと一緒にご神業にお仕えしてまいりたいと思います。そのことを大神様、名神様にお誓い申し上げ、体験発表を終わらせていただきます。ありがとうございます。